はい、こんにちは。今日はね、ビッグニュース。なんと、プレミティアのニューバージョンがリリースされました。イエ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 イ。今回の目玉商品は宇宙で、これだけで結構な目玉なんだけど、空中遺跡とかニトロセルロースとかロケットエンジンっていう新しい動力とか通常のアップデートだったらこれ一つずつでも目玉商品になりそうなものが一気に来たってことってなかなかの大型アップデートですね。まあすでにプレイされてる方はこちらすでに読まれてるだろうし、これからプレイしようって方は細かいところを喋ってもあんまし面白くないと思うので、とにかく行ってみましょう。で、今回は元々の予定を変更してアップデートの内容のうち空中遺跡をお届けするわけなんだけど、順を追って説明すると、前回海上基地に電力を配備した後、さらに基地を改良するために船まで資材を取りに行きました。っていうのも、本来今回はヘリの武装を予定してたのもあって、ヘリポートまで電気の回線を通してヘリを動かしやすくしたかったってな感じですね。まあこの作業もなんやかんやあったんだけどひとまず電力が通せるようになった時点で思ったよりも時間がかかったし、理想通りにかっこよくするためには資材も足りなかったんだよね。なのであとは暇な時にコツコツ進めよっかなって思って中断した後にアップデートですよ見てください。さっきまではなかったのに突如現れた空に浮かぶ謎の大陸。あれが空中遺跡ですね。感動の空中遺跡があっちにもこっちにもっていうかちょっと多すぎん感動のバーゲンセールか。ラピュタみたいにそれを探して旅をするようなシナリオを考えてたんだけど、そこいらにポンポンありますね感動の大発見みたいなありがたみが薄れちゃったのは否めないとして、まあ探しに行く手間が省けたことだし、早速行ってみましょう。ちょっと距離感がつかみにくいんだけど近づいてる感じはあるのでそんなに遠くはなさそうですね。とはいえ距離はともかく高度が届かないかな。今回のアップデートのうち気圧が緩和されたみたいではあるんだけど、勢いで出発したはいいけどこのセッティングではたどり着けそうにないのでちょっと出直します。高度が取れない主原因は出力不足ですね。このヘリは出力用の電池を4本にしてたんだけど、手元にある電池を全部くっつけて電池10本分全部出力用にしました。ダメだったら下にも置いてあるんだけど、ひとまずこれで行ってみましょう。ちなみにこのヘリは二重反転プロペラで反作用が発生しない仕組みになっているので出力を簡単に上げることができます。それはそうと、こうやって島がポンポン置いてるのを見ると知る人ぞ知る空遮る浮島
を思い出しますね。これね、プリミティアの創造神の太田マトさんが作った別のゲームで、うちのチャンネルで上がってる動画で唯一プリミティア以外のゲームなんだけど、これ動画古すぎて私の喋りがあれなのでまあ見なくてもいいかもしれない興味ある方はクラスターっていうサイトで公開されてるので、そちらで探してみた方がいいと思いますそんなことをおしゃべりしてる間に、よし、いい感じにいけそう。よし、無事に着陸しました。でね、ここで油断すると、この前みたいに上空の風でヘリが飛ばされるのってとりあえずスイッチの部品を外してヘリを地面に固定しときます。よし、改めてこれで空中遺跡に到着することができました。で、なんとアップデート内容の記載にもあったロケットエンジンとニトロセルロースがこの空中遺跡に置いてありました。早速使ってみましょう。これに電気を通すと動くらしいんだけど、ご丁寧に電池も置いてあるので、いざ。おー、なかなかいい手応えで登っていきますね。これで次の空中遺跡を目指せたりするのかな。あっちが近いか。よし、点火。意外と燃料が燃え尽きるのが早いですね。燃料が徐々に黒ずんでいって真っ黒になって消えるみたいです。もう一本あるので、あれで試してみましょうか。いざ。おー、いい感じに進んでるんだけど、燃料が尽きたらもう何もできませんあとは海に落ちるだけですねちょっとね、初見だったせいでなんかうまく使えてなかったみたいなので、もっぺん最初から試してみると、おー、結構いい感じに飛びますね。とはいえ、やっぱり燃料が尽きるのが早いみたいで、本格的に使うにはもっと燃料を用意してから挑戦するのが良さそうなんだけど、ここには2本置いてあるので、これを合わせて使ってみます。ちなみに遺跡によって置いてある数が違うっていう噂ですね。ニトロセルロースは複数を一つにまとめることができるみたいなので、この燃料で2つのロケットを使えば、これね、自分の視点からだと分かりにくかったんだけど、電池を片方にしかつけてないので、片方のロケットしか動いてないですね。太陽光パネルならいけるか。おー、これ出力が強すぎて手で持ってられないので吹っ飛んでっちゃいましたベアリングで体に固定したらいけるか。間に合わせの材料でこれまでにない装置の操作をしようとしてるので、ちょっと試行錯誤してるんだけど、手で保持できない以上ベアリングの位置で動きが左右されるので、その固定位置がポイントですね。ヘリから簡単に外せるベアリングが1つしかないので、とりあえずこいつで試してるんだけど、試行錯誤の結果
なり飛び上がりますね。っていうか、私は高いところが大好きだからいいんだけど、高いところが苦手な人はちょっと怖いんじゃないかなこのロケットエンジンの効率的な使い方みたいなのはまだみんな使い始めたばかりで、いろいろと試してみる余地がありそうなんだけど、とにかくこれ飛んでるだけで楽しいですねよし、じゃああっちの島を目指して飛べるかどうか試してみましょうか。いざ。おーこりゃ気持ちいいですね。でも燃料が尽きたらもう何もできませんこれ多分ね、燃料2つ合わせたといってもロケットエンジン2つ使ってるから消費も2倍なんだよね目標の島にはギリギリたどり着かないくらいだったんだけど、あとは浅瀬なので歩いてたどり着けます。もしかしたらこの材料でももっと工夫すれば飛距離を伸ばすことはできたかもしれないし、まだいろいろやってみたくもあるんだけど、キリがないので今回のまとめに入りましょうか。ということで空中遺跡行ってみたのと、そこでゲットしたロケットエンジンで遊んでみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ空中遺跡がめちゃくちゃいっぱいあったことにびっくりしたし、簡単に行けちゃったのは予想外だったんだけど、逆に今まで見えてなかっただけってこの世界では当たり前のように空中に遺跡が浮かんでるって理解した方が良さそうですね。で、ロケットエンジン、こいつはひとまず動かし方が分かったって程度なので、こいつを使って何を作るかとかも考えていきたいと思います。で、最後にロケットで飛んで、普通ならここでロードしてやり直すところなんだけど、あえてこのまま進めます。で、何もないところからのスタートって新規プレイの気分を味わいたいということで、次回は強くてニューゲームやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で